さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、なんとレンジで作るシュークリーム、こちらご紹介したいと思います。では最後までいきましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。まず生地ですね。これバターと卵、薄力粉とお水、これで作ります。あとクリームなんですけども、卵、生クリーム、薄力粉、グラニュー糖、牛乳、これで作っていきます。はい、じゃあまず材料の粉なんですけど、必ずふるってください。これ振るわないと失敗しちゃう原因になるので、必ず1回はふるってください。今日粉2種類あるので両方ふるっておきます。こういうね、ダマが入っちゃうので必ず振るようにしてください。これで準備しておきます。はい、じゃあまずですね、これバターと水が入ってます。で、ここに必ずですよ、絶対ラップをして90秒、600W で90秒加熱してください。この後温めます。はい、これ今90秒やった状態ですね。必ず皆さんラップしてくださいね。ラップしたい理由は、これ完全に沸いて混ぜたいってことです。で、今これ蒸気が出てますね。で、水分も飛んでないです。ラップしてるんで。で、ちゃんと溶けてることを確認してください。で、もし溶けてなかったら、もう一度10秒とか20秒温めてください。で、ここにふるっておいた粉を一度に加えます。で、必ず、ここでしっかり混ぜてください。はい、今これ全部入った状態ですね。なんかマッシュポテト状態。これを普通だったら鍋でこう水分を飛ばすっていう作業をするんですけど、今回はこうやってひとまとめにした状態で、また必ずラップをして30秒2回温めたいと思います。まずラップをして1回温めます。はい、これ30秒ですね、2回に分けて温めたものです。めちゃくちゃ湯気出てるんですけど、余計な水分が飛ばずに、はい、混ぜます。やけどだけ気をつけてくださいね。めちゃくちゃ熱いんで。で、ここでしっかり混ぜてあげて、さっきよりちょっと水分が飛んだみたいな状態になってます。さっきはね、もうちょっと水分が結構あったようなイメージですね。しっかり火が入ってます。で、これがすごい熱い状態のうち、今こんなんですね。よくシュークリームってこうやってやるとひとまとまりになるって言ってるんですけど、綺麗になってますよね。この状態です。で、これが熱いうちに卵2つ分、これしっかり卵黄卵白溶いてあげて、3分の1ぐらいかな、最初入れます。で、これ量は一気に入れたら混ざらないんで、もし機械でやる場合は一気に入れちゃってもいいんですけど、手でやる場合はこれちょっと入れていきます。3分の1ぐらいで、これしっかり混ぜます。はい、これね、まず全然生地があったかいのですごい混ざりやすいです。で、一回一回こうしっかり混ぜてまとまったら、また次の卵を入れていきます。まだ全然硬いですね。もう1個ぐらい残り入れていきます。はい、こんな感じですね。混ざった状態、とろーっとして、よく逆三角形にこうなるっていうんですけど、二等辺三角形か。こんな感じです。これを絞っていきたいと思います。さあ、出来上がった生地絞っていくんですけど、今日はオーブンの板ひっくり返して、キッチンペーパーですね。これシルパッド使うんですけど、キッチンペーパーでも大丈夫です。で、こっちに8個絞っていきます。で、サイズわかんなくなっちゃうといけないんで、こういうので模様をつけておくと絞りやすいと思います。はい、この後生地絞っていくんですけど、今日は口がね、11番ですね。これ別に何番でも大丈夫です。で、どんな形に絞ってもいいので、好きなサイズで、今回見る動画は目安として見てください。絞っていきます。はい、この後焼いていくんですけど、少しだけこういった霧吹きで表面を濡らしておいてあげると、その水の力を使ってこう綺麗にぷっくり膨らむので、もしこういうのをお持ちしたら少しだけこうやって拭いといてください。はい、これで焼いていきたいと思います。
さあ、焼き上がりました。めちゃくちゃいい感じです。はい、この後また簡単なカスタードを作っていくんですけど、まずこれ卵黄ですね。卵黄にお砂糖、これ全部加えます。で、こうやってすり混ぜるだけです。で、混ざれば OK です。で、ここにふるっておいた薄力粉を加えます。で、これも粉っぽさがなくなるまで混ぜてもらえたら OK です。はい、ここで牛乳ですね。これ入れるんですけど、本格的なレシピだと、ここにバニラビーンズとか入れたりとかして、温めて入れて、鍋で炊いたりしますよね。でも今日はこれ冷たいまま入れて、レンジで作るっていうやり方をしてます。なので、もしバニラとか入れたかったら、このタイミングで入れて、好みの味にしてください。はい、ここでしっかり混ぜとくのが結構ポイントで、この後レンジで温めるだけなので、ここではもうしっかり混ぜといてください。はい、そしたらこれラップをして600ワットのレンジで温めていきたいと思います。これ今3回目なんですけど、結構熱くなってきて、まだね見た目ちょっとわからないんですけど、ここでしっかりその都度その都度混ぜるのが重要です。混ざらないとちょっと失敗する原因になっちゃいますので混ぜてください。まだまだ温めていきます。これちょっと5回目なんですけど、少しこうプリッとしてきました。で、ここでしっかり混ぜて全体が同じような硬さになるようにするのが結構重要です。ほらカスタードみたいになってきてると思いますけど、必ずしっかり混ぜてください。で、もうこれできてるように見えるんですけど、これもう少しだけまたラップをしてかけていきます。はい、これ最後の温めなんですけど、必ず全体をしっかり混ぜてください。それでこうかなりこうさらっとしたの分かりますかね。これで完成です。これを容器に開けて急速冷却したいと思います。はい、これ冷やしといたカスタードなんですけど、ラップ剥がしてこれ見てください。この部分ペロッと綺麗に剥がれてるじゃないですか。これがしっかり火が入って炊けてる状態です。もしこれがベタベタくっついちゃったらまだ火入ってないのでやり直すか、まあそれちょっと使えないので別のものを使ってください。これちょっとほぐして使っていきます。はい、これなんですけどちょっと結構硬い状態、弾力ありますよね。でこれをゴムベラでこうやって必要な分だけほぐして、この後泡立てた生クリームと合わせて生地に絞っていきたいと思います。こんな感じ。結構弾力があってめちゃめちゃ美味しい状態です。このままでももちろんいいんですけど、今日は生クリームと合わせたいと思います。これでクリーム絞っていきたいと思います。はい、じゃあクリームの準備ができたので、あと生地なんですけど、これちょっと切っていきたいと思います。これできればこうなみなみになってる包丁の方が結構切りやすいです。で、こう斜めにちょっと刃を入れて、でここに後でこうクリームを絞っていく感じですね。これ全部切っておきます。はい、切り終わったのでクリームたっぷり詰めていこうと思います。この中にいきます。めちゃくちゃ入ってる。こんな感じ。全部絞っていきます。はい、シュークリームの完成です。めちゃくちゃ美味しそうです。見てください、これ。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、食べてみたいと思います。めちゃくちゃ可愛くないですか？もうやばいですよ、これも。相当うまいと思う。これお家でできたらもうちょっとプロもういらないかもしれない。
さあ、これポイントのおさらいですね。これ、ポイントは、一回一回レンジやったじゃないですか。で、必ずラップをして、その時間を守って作ることだけです。そうすれば、レンジでできちゃうんですよ。本当は鍋とかいろいろ用意しなきゃいけないんですけど、レンジだったらご自宅で簡単にできると思いますので、しかもこのクオリティですよ。めちゃくちゃ美味しくできます。ぜひやってみてください。最後まで見ていただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。